私は家庭の事情で中学卒業とともに高校へは進学せず働きに出ました。家庭の事情というのは大きく2つありました。1つ目は貧乏だったことです。うちの家は木造の、こう言ってはなんですが、ボロアパートで、風呂すらついていませんでした。週に3日、両親と共に銭湯に通うのが楽しみでした。両親はとても優しく、家は貧乏だったのですが、私もそんな両親のことが大好きでした。しかしある時、事件が起きます。それが、私が働きに出た2つ目の理由、母の浮気でした。結局、母の浮気が発覚し、それが原因で両親が喧嘩。父はそのまま母を家から追い出したのです。それ以降、私は父と2人暮らし。母が出て行ってから父は体を崩しやすくなり、私も実家の家計を助けるために働くことにしたのです。そして私が16歳になった時、父は病の末亡くなりました。私は天涯孤独となりました。大家さんも気の毒に思ったのか、アパートの家賃はしばらくの間、私が支払えるまで安くしておいてくれたのです。その後、少し余裕ができてからも、思い出の詰まったこのボロアパートを離れることができませんでした。それから年月が経ち、私もすっかり大人になったある日、私が家に帰ると、玄関の前に見知らぬ女性が大荷物を持って座り込んでいました。女性はうちのボロアパートにはとても不釣り合いに見えるほど見る目麗しい美女だったのです。とはいえ、自分の家の前に座り込んでいるのはちょっと不気味でした。注意しようと近づいたとき、あ、帰ってきた。私の気配に気づいたのか、しかしまるで窮地の中のように声をかけてきた彼女はこちらを向いていました。もちろん周りには誰もいません。もう正義遅い。待ってたんだよ。え？今日からお世話になるからよろしくね。いや、よろしくも何も、どちら様でしたっけ？あ、そうか。ほい、これ見て。そう言って取り出したのは私の母の写真だったのです。彼女の名前はマーヤ。私の異父兄弟ということでした。確かによく見ると、どことなく母の面影がありました。マーヤの話を聞くと、両親が死んでしまい、頼れる人が私たち家族しかいなかったというのです。マーヤはさらっと言ってましたが、母が亡くなったという情報は私にとってショックでした。父とは喧嘩別れになってしまっていましたが、私にとっては唯一の母親だったのですから。最後くらいは顔を見たかったというのは私のエゴかもしれませんが、そう思わずにはいられなかったのです。それよりもさ、立ち話もなんだし、そろそろ入れてくれない？きょっとしました。妹とはいえ、さっき知り合ったばかりの女性を家にあげるというのは若干気遅れしたのです。しかしまだ暖かいとはいえ、夜遅く若い娘を、しかも血縁者を追い出すのは気持ち的にはばかられてしまうのも事実。私が悩んでいると、お世話になる間はちゃんと家事手伝いするからさ。ね、お兄ちゃん。屈託のない明るい笑顔で言ってくるマーヤを見て、私は折れました。とりあえず家事をやるという条件で、私はマーヤを自宅に迎え入れました。
そして翌日に大家さんに事情を説明して、奇妙な同居生活が始まったのです。一緒に生活していくうちに、マーヤの人となりを知ることができました。マーヤは根っからの明るい性格で、ボロアパートでの生活も修学旅行みたいで楽しいと前向きに捉えたり、お風呂がなく銭湯へ行くのも温泉行くみたいと日々の何事も楽しんでいました。そして意外にも家事はとても得意のようで、掃除洗濯などをテキパキとこなしていたのです。そしてマーヤは特に料理が得意だったようでした。よくお母さんから料理を教えてもらってね。料理はちょっと自信あるんだ。驚いたのは、マーヤの作る料理は懐かしい母の味がしたのです。うまい。初めてマーヤの料理を食べたとき、私は思わずつぶやきました。父親が亡くなってからというもの、私の食事は大体がコンビニや外食だったのです。人に作ってもらった温かい料理、それだけで心も温まり、ささやかですが幸せを感じました。しかし、そんな暮らしを半年も続けていると、マーヤもさすがに飽きてきたのか、私に引っ越しをせがむようになってきました。この家はボロで不便ですが、私にとって思い入れのあるアパートだったのです。当然、私はその思いをマーヤにも伝えました。この家はボロだけど、自分にとってはかけがえのない思い出の詰まった家なんだ。このボロアパートは、父と母と私、家族で暮らした家なのです。今では誰もいなくなってしまいましたが、この狭い空間で過ごしていると、昨日のことのように思い出せるのです。家族一緒に食卓を囲んでいた幸せな時間も、父と母が喧嘩した夜の辛い時間も、父が最後、闘病生活を家で送っていた際の哀愁漂う時間も、すべての思い出を。晩年の父は心が弱っていたからか、よく玄関の方を眺めていたのです。ひょっとしたらいつか母が帰ってくるかもしれないと思っていたのか、最後まで母の出て行った玄関を見ていました。私にはその父の姿が忘れられなくて、なんとなくこの家を出ることができなかったのです。そっか、そうだよね。ごめんね、変なこと言って。そう言うと、マーヤは私の気持ちを理解してくれました。両親を亡くしたマーヤにとっても、家族と過ごした思い出を大事にする私の気持ちは、共感できるものだったのかもしれません。しかしそれから数日後、私はある異変に気づきました。いつものように家に帰ると、マーヤの目元が赤かったのです。まるで今まで泣き明かしていたような感じでした。しかし私が家に帰ってから声をかけると、いつも通りの明るい表情に変わっていました。あ、おかえりなさい。ただいま。どうしたんだ？少し目元赤いぞ。そんなことないよ。それよりさ、今日はスーパーで惣菜が安くなってたから、バトって買ってきたんだよ。少し不審に思いましたが、明るく振る舞うマーヤは自然だったので、私はそれ以上何も追求しませんでした。しかしその翌日、私はマーヤに異変を感じた直感が正しかったことを知ることとなりました。私がいつものように家を出ると、大家さんに久しぶりに会ったのです。朝の挨拶を交わすと、大家さんは神妙な面持ちで聞いてきました。マサちゃん、何か面倒ごとに巻き込まれてない？大丈夫？大家さんは子供の頃から私を知っていて、
うちの家庭の事情も分かっている方なので、とても心配そうに聞いてきました。しかし何のことか分からずに事情を聞くと、昨日酒臭い男性が来てマーヤに対して激高していたそうなんです。しかもマーヤが泣き出してしまうほど男性の剣幕があまりに尋常じゃなかったそうなのです。さすがに放っておけなくて大家さんが仲介に入ると、男性は怒りながらも去っていったそうですが、あの様子だとまた来るのではないかと心配していました。事の顛末を知った私はとりあえず仕事に行き、帰ってからマーヤに事情を聞いたのです。マーヤは最初こそ驚いていましたが、観念したのか事情を話し始めました。あの人は私の父親なんだ。でも最初に会った時は両親が亡くなったって。ごめんなさい。マーヤはうなだれながら真実を語ります。マーヤの父親はもともと大の酒好きな男だったそうです。その男が酒の席で知り合ったのが私の母だったそうです。男は一目見て母を気に入り、既婚者と知りつつも強引に口説いたとか。お互い酔いもあってか、母は人生で一度きりの過ちを犯してしまいました。その時授かったのがマーヤだそうです。母は結局その時の過ちがもとで家を追い出されてしまい、その男の家を頼ったそうです。しかしその男は母を家に置く代わりに自分は働かずに身重の母を仕事に行かせていたそうです。そして男は母が必死に稼いだお金を趣味のギャンブルと酒で食いつぶす典型的なダメ男でした。母はそれでも生まれてきたマーヤを育てるために懸命に働いたそうです。しかしやはり無理がたたっていたのか、母はみるみる痩せ細り、ついには過労で体を壊してしまったそうです。母が稼げなくなると、男は次にマーヤにバイトをするように言ってきたそうです。そしてマーヤがバイトをしていたお金すらも酒代やギャンブルにつぎ込んでいたというのでした。そんな状況に危機感を持った母は、自分の死の間際、マーヤに私の家を紹介したそうです。つまり秘密裏に娘を私の家に逃がしたのです。しかし先日逃げた先が私の家であることを突き止めて、父親がマーヤを連れ帰ろうとやってきたところ、大家さんに助けてもらったそうなのです。それで急に引っ越ししたいって言っていたのか。いつも明るいマーヤが嘘のように暗い顔をしてうつむいていました。マーヤ、ここしばらく正義と暮らせて本当に楽しかったよ。でもやっぱりこれ以上正義に迷惑はかけられないや。私、明日には家に帰るね。私はその時、唐突にいろいろな思い出がフラッシュバックしました。この家で最初3人で暮らしていた時の幸せな時間を思い出し、そして母が出ていく時の表情、闘病する父の顔が思い浮かび、私がその後ずっと一人で暮らしてきた時間が思い起こされました。そんな私の一人暮らしの日常に色を添えたのがマーヤの来訪だったのです。その生活がまた再び元に戻るだけのはずなのに、私はそれを想像しただけで深い喪失感を覚えました。そして自覚したのです。私はほとんど見ず知らずだった妹のマーヤと暮らしていくうちに、再び家族と共に過ごす時間がいかに温かく尊い時間であるのかを
思い出していました。私の中ではいつの間にかマーヤがいる生活が当たり前になりつつあったのです。しかしその反面、実の父親とのしがらみがあるにせよ、マーヤを実の家族から引き離していいのかという考えも浮かび上がってきました。そして私はふとマーヤの方を見ました。そこにはいつもの明るい笑顔をしたマーヤはいませんでした。必死に涙をこらえながらもこらえきれず泣きじゃくる妹が目の前にいたのです。その瞬間、私は心を決めました。マーヤ、泣くほど嫌ならここにいるんだ。泣くほどひどい扱いをされる妹を放っておけなかったのです。何より私は改めて家族と悲しい別れをしたくないと思いました。何があっても兄ちゃんが守ってやるから。そう言うと、マーヤはありがとうと泣きついてきました。ひとまずマーヤはうちにいることになったのですが、実の父親にはマーヤの所在を知られており、また来る可能性が非常に高かったのです。ですから私は一つの防衛策を練りました。そして数日と経たないうちにマーヤの父親は酒臭い息を漂わせながら訪ねてきました。その時、私は使っていなかった有給休暇を取っていたので家にいました。私がいたことに当初は驚いた父親でしたが、自分の要件であるマーヤに金を要求し始めました。どう娘を扱おうが親の自由だとか、払えないなら今度は私に立て替えろなど、数多くの暴言を言い出し始めたのです。しかし父親が騒ぎ出してほどなく、タイミングよく警察が駆けつけてくれました。事情を聞かれた父親は、娘を連れ去られたと主張しましたが、実は私は防衛策として、この父親の暴言を録音していました。たった今言い放った父親の暴言を警察に聞かせて、マーヤの証言もあり、父親はそのまま警察に連行されていったのです。タイミングよく警察が来たのも、私が事前に大家さんに事情を話し、協力を仰いだ結果でした。その後、父親は別件で余罪もあったようで、逮捕されたと耳にしました。こうしてマーヤはしがらみを断ち切ることができたのです。それからしばらくして、私たちは今までお世話になった大家さんにお礼を言って引っ越すことにしました。もちろんマーヤの父親がこの場所を知っていることがマーヤにとって心の重荷になってしまうからです。私にとって思い出深い実家ですが、それよりも大切な妹のためを思った決断でした。きっと父も母も応援してくれると思っています。そして引っ越し作業をしていたとき、私は父のタンスからある手紙を見つけました。なんと差出人は母からだったのです。そこに書かれていたのは、浮気の件の謝罪について、ずっと父と私のことを愛していたこと、そして同じくらい新しくできた娘を愛していること、できるなら一度みんなで食事をしたかったといった内容でした。消印を見ると、それは父の晩年で病が進行していた時期。この手紙を読んで父がどう思ったのか、今となっては知る由もありません。でも父が母の本当の気持ちを知っていけたことだけは、私にとって唯一心が救われる事実に思えました。お父さんは帰ってくるかもってよく玄関眺めてたんでしょ？きっと許してるよ。にかっと笑うマーヤを見ると本当にそう思えました。今頃向こうの世界で二人仲良く再会しているかもしれない。
僕たちが向こうに行くのはしばらく先になりそうだけど、それまでは私はマーヤと家族仲良く明るく楽しい人生を過ごそうと思っています。